さあそれではこの話題です。いよいよイベントが始まります。いよいよあさって開幕する大阪・関西万博。未来をテーマにした最先端の技術などが一堂に集まるビッグイベント。北海道出身のどさんこ建築家が作った大屋根リング。実は今回の万博には北海道の人、物、食材、多くのどさんこパワーが未来を作り上げています。北海道が支える大阪・関西万博の裏側をたっぷりとお伝えします。今ご覧いただいているのが大阪・関西万博の公式キャラクターミャクミャクです。赤と青、なかなかインパクトがある見た目をしておりますが、細胞をイメージしているということなんですね。で実は大阪市内をいろいろ歩いていますと、このミャクミャクのストラップを持って歩いているおそらく地元の方だと思うんですが、そういった方を多く見かけたので、地元の皆さんにはもう馴染みのあるキャラクターになっているんだなということを私は実感しました。ただ何度見てもやっぱりちょっとこうインパクトに残るなというふうな印象がありますね。今、こちらのモニュメントも、開幕に向けて最終の安全確認を今行っているところだということなんですね。作業されている方の姿もちらっと見えます。大阪・関西万博ですけれども、大阪の夢洲と言われるところで行われます。これがですね、大阪市内からは車で20分ほど離れているところなんですが、人工の埋め立て地なんですね。こうやって見るともしかしたら小さい場所のように見えるかもしれないんですが、なんせとにかく広いんです。私、一昨日のメディア公開の日に歩きましたらだいたい3万歩近く歩きました。もうそれでも歩き足りないぐらいというところなんですね。あさっていよいよ開幕ということになります。ちょっとじゃあ、ほんの一部ではありますけれども、生中継の中で皆さんに歩きながらご紹介をしてまいりたいと思います。今日はですねまだ開幕の前ということで、あさって開幕ということになりますので、関係者の方々が最終調整などを行っているところですね。こちらをご覧いただきましょうか。ニコッと笑ったボールが高さ20メートルもあります。これ吉本のパビリオンなんですね。20メートル、これちょっと下が芝生のようになっていて宙に浮いているボールというイメージになっているそうなんですね。ボールの下に入ることもできるそうなんです。でこのボールの笑っているボールの裏にステージがあるのが見えますかね。ちょっと影に隠れてしまっているんですが、見えますか。ここがお笑い芸人の方々などによるステージなんですね。さまざまなイベント催し物が予定されているそうなんですが、世界各国から人々がこの万博に来ますので、日本語のお笑いだけではなくて、例えば言葉を使わない非言語、体の動きなどで表現するお笑いというものも実際ステージでは繰り広げられるということなんですね。開幕をしますと開幕初日あさって14万人から15万人ぐらいの人が来るという報道も一部ありますので、多分この辺りはもう人でもうごった返しているんだろうなというふうに想像ができます。そうなんです。そして皆さんの注目の的になるであろう存在がこちらです。こちら実物大のガンダム、高さはおよそ17メートル、青空に向かって手を挙げているこの姿っていうのはとってもかっこいいですね。これも事前の大阪府民の皆さんに向けての内覧会やメディアデーの時もとにかく人気で、前に大行列ができていたということです。このパビリオンはもうガンダムに特化しておりまして、この中ではガンダムの世界観を実際に体験できるということで、これを楽しみにしている方もやはり多いということなんですね。こうやって見ましてもパビリオンというのは事前の一部報道などで、建築が追いついていないというものがありましたけれども、確かに一部分、1つ2つのパビリオン建築中なものはあるんですけれども、ほとんどもう完成をしてあさっての開幕を迎える準備をしているというところかと思うんですが、我々も一昨日ですねちょっと、取材をしてまいりましたパビリオンがいくつかあります。北海道とのつながりを感じるところもありましたのでご覧いただきたいと思います。 VTR です。まず訪れたのは日本館です。こちらはかなり広い空間です。真ん中に水がピタッと張られておりまして、この辺りだけ空気がちょっと冷たくなっている感じがあるんですね。この日本館も本当にそれぞれの展示がダイナミックですね。
っすぐ正面のところですね。ガラスの中にスポットライトを浴びてありました。これが火星の石です。今回の日本館の目玉とも言われていますが、この火星の石は実際に発見されたことによって火星に水分があったということが証明されたということなんですね。その発見のルーツとなる貴重なものなんですね。こんな間近に見ることができるんですね。すごい。日本の南極観測隊が昭和基地の近くで発見した火星の石。ラグビーボールほどのサイズで世界最大級の大きさです。火星の石に触れることができる展示もあります。こちらは小さくカットされた火星の石。意外とツルツルしてる。触り心地つるっとした感じですね。でもちょっと触った時に肌に少しだけぬくもりが当たるような感じがします。まさに万博ならではの体験ができる日本館。入場には事前予約が必要となります。そして万博の醍醐味といえば海外パビリオン。今回の万博にはおよそ160の国や地域などが参加しています。アメリカ館では映像や音楽が駆使され、宇宙にロケットが打ち上げられる様子を体験。中国館では景色を映し出した巨大な円形のモニターや可愛いロボットがお出迎えをしてくれます。さらにこちらは会場内にオープンした回転寿司。スシローの未来型の店舗入ってみましょう。ここは待合スペースですがすごいですね。これはもうデジタルの海が表現されていますね。魚を今から食べるっていう感じ、ワクワクしながらここで待つんでしょうかね。中はおしゃれです。一言で言いますと、上から照明が吊るされてちょっとランタンのような感じになっていて、緑のぬくもりもある感じですね。提供されるお寿司もなんと未来型なんです。というのもネタは陸の上で養殖した魚を使用。限りある海の資源を守ることが未来のお寿司のコンセプトです。このウニも陸上で養殖されたもの。ウニは海の中で増えすぎると海藻などを食い荒らし生態系を壊すと言われています。そのためウニが増えすぎる前に回収し、海の生態系を守るため陸上で育てるんです。ウニばかりに注目がいきますけれども、使っているお米はどこのものですか？北海道産と宮城県産のものをブレンドしているお米になります。その北海道のお米が使われていて、その北海道のお米がしかもすごいお米だということで。そうですね、D ギャップ米と呼ばれる国際基準をクリアした、お米を使わせていただいております。そうなんです。シャリに使われているのは北海道米。食品の安全や環境に配慮されているという厳しい基準をクリアした7つ星を使用しています。ウニ自体はものすごく味が濃いですね。ありがとうございます。本当にいいウニを食べている時と同じ感じがします。そしてお米自体はやっぱり粒立ちがしっかりしているので本当にネタに合います。美味しい。しかもやっぱり食べていてももちろん美味しいお米なんですけれども、環境面に配慮している、そういった、しかも安全性もしっかりしているっていうお米であるということは、すごく我々安心感がありますね。ありがとうございます。これは北海道のお米だからこそ嬉しいですね。北海道の食材が未来の寿司を作っています。再び生中継です。今回の大阪・関西万博のシンボルとなっているのがこちらの建物。先日
世界最大の木造建築物としてギネス世界記録にも認定をされました大屋根リングという名前なんですが、今見えているこの部分というのはその大屋根リングのほんの一部なんです。上空からの映像に切り替えます。こちらです。上から見ましたらその大きさに驚くかと思います。一周これ2キロなんです。歩きますと30分から40分ほどかかるんですが、すべて歩道となっているんですね。その大屋根リングの下に私は今入ってきておりますが、ここはですね、入りますと空気がちょっと変わるんです。外は暑いんですが中は柔らかい風が吹き抜けていく。そして木造建築、木がこうむき出しになっているんですね。触ることももちろんできるんですが、ほんのり木の匂いがするんですね。ですから木のいい匂いがこの辺りに漂っていまして、ここに入ってくるとちょっとこうほっとするような、落ち着くようなそんな空間。ただ落ち着くんですがびっくりもする。だって高さが20メートルぐらいあるわけですから、福永さん、これが2キロ続いているっていうとどれだけ大きいかってイメージ湧きますかね。だって今もうこの四角い画面の中見てるだけでもすごいなと思うんですけど、実際ぐるーっと2キロ一周するわけでしょ。もうちょっとこれ実物見てみたくなりますね。そうです。あまりにダイナミックなので圧倒されます。そしてこの建築物を作ったのが北海道東神楽町出身の建築家藤本壮介さん。どさんこワイドのインタビューに答えていただきました。万博に対してさまざまな意見がある中で藤本さんにいろんな質問をしてみました。ご覧いただきます。おととい、国内外からおよそ4000人のメディア関係者が集まった内覧会。リングの上からの景色こそ見てほしいと、会場デザインのプロデューサーが私たち報道陣を会場のシンボル大屋根リングの上に案内してくれました。この後そのまま一番高いところまで行きたいと思います。そうすると本当に会場の全貌が見えますので。その景色というのがこちらです。リングの中に世界各国のパビリオンが全て入ります。世界が集まってるんだ。でそこで共に過ごし、そこから未来を一緒に作ろうとしてるんだっていう、そういうメッセージとしてこの会場のデザインを発信していきたい。それこそが万博を開く意義なんではないかなというふうに考えています。大屋根リングを設計監修し、会場デザインの責任者をしている藤本壮介さん。分刻みの忙しいスケジュールの中、我々 STB のインタビューに時間を割いてくださいました。どさんこワイドという番組はご存知ですか？いや、もちろんです。地元ですので、とても馴染みのある、よく見てました。あら、そうですか。そう、藤本さんは北海道出身。高校を卒業するまで東神楽町で過ごし、今でも時折地元に戻っています。東京とパリ、そして中国に事務所を構え、世界的な賞を数多く受賞。屋根に無数の穴が開いた海外の音楽施設や、東京都内に建てた全面ガラス張りの住宅など、多くの独創的な建築物を手掛けてきました。そして今回手掛けたのが大屋根リング。藤本さんが建築家として大切にしているある思いが詰まっています。この中に入ると規則的に柱は降りてるんですけども、でも見る角度によっては本当に森の中に迷い込んだような感覚になることもあると思うんですよね。そこもやっぱり自分の中で自分の建築の一番根っこのところに北海道の森っていう存在があって、あれこそは人が安心していられるし、でも冒険もしたくなるような、なんかそんな場所だと思っていて、そういうワクワクする建築を作っていきたいなと思っているので、それが全部ここに詰まっているような気がしますね。
まだこの北海道に住む皆さんと、そして大阪・関西万博というのが距離としての面ではなくて、この気持ちとして少しまだ離れているのではないかと私は肌感覚として思うんですね。そんな中でこの万博を手掛けた藤本さんは北海道の皆さんにどのようなメッセージを伝えたいですか？そうですね、確かに距離もあるし、あまり情報も、伝わってない部分もあるのかなと。ただ実際にこの場に来ていただくことで初めて見えるもの、さっきの迫力、それから各国の粋を尽くしたこのパビリオンとそのコンテンツで、何よりも僕はやっぱり子どもたち、それから若い方々に来てほしいんですよね。彼らがこの世界そのものを目の当たりにして、やっぱり僕らでも驚いたぐらいですから、やっぱり子どもたちが見た時の驚きはもうこれは計り知れない。ぜひ来てほしい。お忙しい中、私たちに割いていただいたインタビュー時間もあっという間に過ぎたんですが、私どうしても藤本さんにお願いしたいことがありました。お渡ししたのはこれ、お絵描きですよのフリップ。藤本さんのデザインでどうしても描いてほしいことがあったんです。描いていただきたいお題はこちらです。めちゃめちゃ難しいですね。難しいわ。絵に描きづらいですね。万博のテーマでもある未来、藤本さんはどう描くのでしょうか。お絵描きですよ。スタートです。どうぞ。でもこうやって描けるのがすごいな。スラスラと上に動いてます。難しいよね。これいわゆる無茶ぶりというやつじゃないですか。未来ですからね。でもなんか絵が進んでる。残り30秒ほどとなりました。結構厳密にやるのね。そうですね。筆が止まることはないですよ。自分でも何書いてるのかだんだん分かんなくなってきましたね。でもちょっと興味あるな。藤本さんがどんな未来を描いてらっしゃるのか。こういう感じですかね。では、60秒間経過をいたしました。未来に関して藤本さんが描いたのはこちらです。お願いします。はい。おお、これは、未来の都市、未来の街の風景を思い描きました。そうですか。ここに浮かんでいるちょっと大きなビルが建ってたり森があったりするんですけれども、でこの下にまた浮かんでいる森があって、空中に浮かんでいる都市ですかね。で地上は自然の森だったり自然に戻っていて、人間は浮かんでいる空中に住んでいるかもしれないですよね。それはなぜでしょう。自然環境って人間がやっぱりいるとダメージがあるじゃないですか。人間が空中に浮かんで住んでいると地球そのものにはダメージがない。でそうやって地球は動物たち、生物たち、植物たちの世界に戻っていって、その上に人間たちの世界が浮かんでいるのはどうかなと。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、なんかあれですね、やっぱりいつものゲームコーナーとはちょっともう雰囲気がガラッと変わりますね。これがどさんこ建築家藤本壮介さんが描く未来です。北海道と同じ遮るものがない広い空の下でリングに囲まれておよそ160の国地域のパビリオンがここにはあります。近くのパビリオン同士、スタッフの方が楽しげに会話をする様子も見られました。今の時代になぜ莫大なお金をかけて万博をするのか、批判の声が上がっているのも事実です。今の時代、目に見える発明は万博がなくとも生み出されていきます。開催の意義というのは確かに薄くなってきているのかもしれません。ただ私は藤本さんのこの言葉が印象的でした。多様性がバラバラになりそうな世界をつなぎ止めておくことも万博の意義なんだとおっしゃるんですね。確かにこの空間の中には
本来は対立し合っている国々も一緒に入っているんですね。分断が進む時代に一つの輪っかの中で共に未来を考えながら半年間過ごす、そのことが私たちのこれからの生活に必ずいい影響を与えると藤本さんはおっしゃっていました。それは一方で理想論なのかもしれませんが、でもひょっとすると今の世界はそういった理想という目に見えないものを共有することで一つになって進んでいく、そんな時代になったのではないかと私は藤本さんの話を聞いて感じました。大阪・関西万博はいよいよあさって開幕となりますが、皆さんがどんな反応をするのかというところも含めてまたお伝えをしていきたいと思います。